皆さん、こんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。よろしくお願いいたします。さあ、やってまいりました。今日も楽しく1時間やっていきたいと思います。ここはですね、もっとスピリチュアルのことを理解して直感力を高めまして、人生にミラクルをたくさん引き起こす、そんなコツがわかるチャンネルでございます。興味があれば最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、今日お話しするのはですね、自分の天命を知る方法ということです。これ天命ってね、聞いたことあると思いますけど、でもみんなこのスピリチュアルとか勉強してると、私、使命っていうのは聞いたことあるんですけど、ね、僕も使命とか天命とか話したりします。この、使命と天命がどういうふうに違うのか、またこの天命っていうのを知るっていうこと、大切なんですね。例えば自分の使命も天命も、知ることっていうことはどういうことにつながっていくかというと、自分がどのように生きていくか、何をすればいいのか、どういうことを、魂とか、宇宙というか、神様がですね、僕たちにやらせようとしてるかっていうようなことが分かるってことですね。こういうことを理解していく。こうでしょ、こうでしょって100%分かってなくても、こんな感じなんだっていうことを分かっているとですね、これはやるべきなんだ、これはやらないべきなんだ、こっちに行くべきなんだ、こっちは違うんだということがすごく分かりやすくなってくるわけなんですね。僕たちっていうのは本当にいろんなこと考えますから、どっちに行ったらいいのかな、こっちに行ったらいいのかな、これ必要なのかなっていうのが分かんなくなると思います。その一つの方法として、僕がお勧めするのは、やっぱり直感力を高める。直感力を高めておくとですね、これは自分にいる、これはいらない、こっちに行くべき、行かないべきとかっていうのが分かるわけなんですが、それとプラスですね、やっぱりこの自分のことを知る、自分の天命を知るということがめちゃくちゃ大切になってくるということです。はい。ですから今日はですね、1時間皆さんと一緒に、この自分の天命についていろいろ考えていただくお時間にしていきたいなと思います。そして50分からはですね、ヒーリング、開運エネルギーというのを送ります。このヒーリングというのは体とかですね、心を癒してくれる。そして開運エネルギーというのはですね、僕のこの今、上昇気流に乗ったですね、エネルギーを浴びることで、やっぱりそういうもの、エネルギーというのを影響され合うんですね。ですから、その影響でですね、なんかいいことが起こりそう、またはいいことが起こる。そして、自分のですね、前に進めない、そんなことっていっぱいあると思うんですが、その背中をですね、ポンと押してくれるような、そんなエネルギーを50分からお送りしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ってな感じで今日もやっていきたいと思います。はい。じゃあ、今日、来たじゃーんケイコさん来ちゃったけど来てください。待ってました。村長皆さんこんばんは。よろしくお願い申し上げます。こちらこそよろしくお願いします。今日も楽しくやっていきましょう。ケイコさん今日は一番乗り。福前さん、アンキラさん、皆さんこんばんはです。こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。そして、はるかさん、こんばんはでーす。今夜も友達と猫ちゃんのためにヒーリングを送らせてもらいます。尊重感謝です。ありがとうございます。これね、何を言ってくれてるかちょっと、はるかさんがね、僕いつもその50分からヒーリング会エネルギーを送るときにですね、その自分から溢れ出ているエネルギーを愛する人のために送ってくださいっていう風にやるんですが、それは猫ちゃんとかペットでも大丈夫なんだけどもね、その猫ちゃん、知り合いの猫ちゃんのためにヒーリングを送ってあげてるそうなんです。そうすると、なんと、その後ね、食事が食べれるようになったということでやったです。はい。そういうことも起こります。ヒーリング。ぜひ皆さんにやってみていただきたいと思います。ツンツン聖人さん、ミラクルいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。そして皆さん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。にゃわ。はい。かなくちゃん、村長、こんばんは。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。この間ですね、ツインレイのサニジアさんという方と一緒に、コラボ動画を配信したんですけども、そのおかげでもう、すごく影響というか反響がありまして、ありがとうございます。たくさんの人がね、見てきてくださいました。今日もね、こうやって見に来てくださってる方いらっしゃると思うんですが、はい、もう、なんか、いい感じの、
つながりができて嬉しいです。ありがとうございます。はい。そして中田とゆかりさん、あきらさんこんばんは。楽しみにしてました。こちらこそ。よろしくお願いします。ゆかりということで、よろしくお願いします。ちょっとこれ面白かった。ツンツンスイッチさん、はるかさんこんばんはデフということで、こんばんはデフが広がりつつありますね。池広さん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。ちょっと待って。暑すぎて死にそうだわ。外は寒いんだけど、この部屋ね、締め切ってるんです。うちは近所に救急車とか大きい道路があるのでですね、窓開けられないんですね。ということで、クーラーをつけてやりたいと思います。はい。そして、サンガチクランベリーさん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ツンツンセイジさん、天命とはそうですね。天命知っておくこと大切でございます。はい。天命っていうのはね、なかなかね、若い時には分かりにくいんですよ。ただ、大人、私たちみたいな、ここに来てくださってる人みたいなですね、大人の人には結構分かりやすくなるので、やっぱりね、人生の集大成みたいな感じになってくるからね、ある程度、私も、永遠の27歳なんですけど、なんていうの、精神年齢じゃなくて、体年齢は結構取ってるのでね、はい、それなりに分かってきました。はい、そういうことは後でお話ししますので、楽しみにしていてください。ミキミキさん、あきらさん、こんばんは。お風呂に入るタイミング逃した。ごめんね。これ見てから入って。私もこれ見てから入るから。黒糖まんじゅう食べながら入って、それ最高じゃないですか。はい。ぜひ、美味しそうなミキミキさん想像しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちゃん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 。あ、ちゃんレモンさん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。昨日ね、夜、最近よく一緒にコラボさせていただいてる、僕も、ここの番組にも来てくださってますし、ここのチャンネル、今、チャットにですね、いろいろ書いてくださってる方もみんなたくさんの人がつながってる、吉村隆二先生の、チャンネルにゲストで遊びに行ったんですけど、なんか途中でさ、私がなんか、呼んだかのように、私がモデレーターっていうか司会者のように MC になっててさ、なんか先生が答える状態で、あれこれ違うじゃねえかとかって思いながら、まあまあ、それでも楽しかったんですけど、いろんなちょっと、隆二先生が、2回結婚されてたとかっていうのを聞いてですね、ちょっと面白かったんですが、はい、ありがとうございます。杉山さん、こんばんは。皆さん、ミラクルいただきました。ありがとうございます。やっぱミラクルいいよね。みんなにミラクル。これは最高だわ。はい。ツンツンセイジさん、アキラさん、リアルタイムで初参加。あ、嬉しい。ありがとうございます。大好き。ミラクルいただきました。ありがとうございます。ツンツンセイジさんね、なんだったっけ、動画のコメントも最近くれてまして、ありがとうございます。はい。キャーってなってますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。よろしくお願いします。のらみさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。今日はですね、自分の天命を知る方法。天命と使命ってね、分かりにくいんです。はい。でも最近大人になった私がやっとちょっとずつ分かってくれるようになったので、今日はちょっと偉そうに、その違いとかですね、天命を知る方法、いろいろ話したり、みんな天命分かってますか？自分の天命言ってみて、みたいな感じで。やって話を進めていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。これが終わったらやりますからね。はい。そして50分からヒーリング開運エネルギー。強烈なのを送りますので、楽しみにしてください。あ、ツンツンセイジさん、ありがとう。コラボ見ました。ありがとう。嬉しいです。はい。そして、デコちゃん。あきらさん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。みやちゃん。あきらさん、皆さんこんばんは。最近朝晩寒くて元気だけど鼻水ずる大丈夫だった。ヒーリング楽しい。かしこまりました。頑張ってヒーリングも送らせていただきたいと思います。はい。じゃん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 。じゃんじゃん。そして、じゃん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 。そうね、つんつんせいじさ。みんな永遠の道なんですよ。この間ね、僕愛媛の南海放送ラジオで、アキラのキラキラトラベルっていうラジオ番組が始まったんです。で、そこでですね、まあ皆さん、ラジコで聞けるんですけど、僕が
年齢を聞かれて永遠の27歳ですっていうのにかなり反応してた人がいたらしくて、平野アナウンサーという女性の方と一緒に、ね、番組やってるんですけど、その方の他の番組で、この間27歳、永遠の27歳ってどういうことですかみたいな感じで、あと、すごい、白いメガネでレンズないんですよみたいな感じで、なんかそこにね、皆さん引っかかってたらしいです。はい、面白いなと思って話してました。愛さん、あきらさん、皆さんお久しぶりです。今日参加できて嬉しいです。いらっしゃい。よろしくお願いします。すごい。吉村先生とコラボも見てくれたので、ありがとうございます。はい。ストレート T さん、こんばんは。サニさんの動画であきらさん嬉しい。あきらさんのライブ初参加です。よろしく。こんな感じでやっております。よろしくお願いします。はい。そして、チェリーさん。あきらさん、皆さんこんばんは。あい猫がリンパ腫に、介護中。ね、先日から自宅にいて、なんていうのこれ読めないけど、川下、皮下、点滴してます。なかなかチャットできませんが、よろしく。いや、もう全然構わないですよ。そこにいてくださるだけでね。あと、最後にですね、50分からヒーリング肝エネルギーっていうのを送るんですけども、これが強烈なものがいきます。そして、この強烈なエネルギーがですね、わーっともう自分でいっぱいになった、溢れ出てくるようになるので、そのエネルギーをですね、愛する人に送るっていう時間を取ります。それは家族、友達、ペット、猫ちゃん、犬ちゃん、ロバとかヘビとかいるかもしれないですけど、誰にでも聞きますので、はい、ぜひそちらも送ってあげていただきたいと思います。動物ってね、やっぱり、純粋だからすっごく聞きやすいんだよね。そのヒーリングとかが。僕もね、たまにうちの犬とかが、僕2匹いてて、もう1匹の方が15歳なんですよ。だから結構いろんなことが来てるので、そういう時にね、こうバーってやったり、お腹の調子が悪そうな時とかね、やってあげるとね、本当にすっごい、クリクリクリーとか言ってお腹が回り出してね、すごい元気になったり、良くなったりするんです。はい、ぜひ、受けてみてくださいね。良くなるといいね。良くなる、良くなる、良くなる。そういうふうに言っとかないといけないですね。はい。愛さん、ツインレイといえば最近、レムニアって言葉がすごく気になり、先日レムニアシードを購入しまして、何か緑が、縁が、ごめんなさい、緑じゃない、縁があるんです。いや、あるんじゃない。そういう直感大切ですよね。お参りするときに、どっかの、神社行かないといけないなとかっていう、こういう直感で動くっていうのは大切なので、はい、それがね、例えば、直感で選ぶとするじゃないですか。あれ違ったかなと思うこともあるんですよ。でもそれっていうのも必要なんですよね。それを見ることが必要だったとか、そっちの方向に行くことが大切だった。例えば神社とかでも行って、あれ特に何もなかったなとかと思っても、そこに行ってエネルギーを吸収してくることとか、またはそこで見た看板が何か意味があったとか、なんかいろいろあるんですよね。はい。だから本当に世の中に起こっていることは、すべてに意味があるし、そういう直感で動くっていうのは大切ですよね。チャンレモンさん、アキラさん、私も永遠の27歳やった。同級生、同年代、もう世の中みんな27歳でいいんじゃないのっていう感じだけど、はい、そんな感じで。やった。27歳感じ。そう、今ね、実は皆さん12月、これね、東京の人しか参加できないんですけど、12月に、忘年会をやりたいなと急に思い出しまして、はい、12月、平日の夜、どっかでやろうと思ってるんですが、ね、皆さんどうですかね、来てくださいますかね。なんか、ちょっと考えてます。去年はですね、近所の僕、新大久保っていうところに住んでるんですけど、そこの近くの韓国料理店でね、やってすごい楽しかったんですけど、また同じとこでもいいかなとかと思ってるんですけど、ちょっといろいろ考えてます。興味ある方は、行くって書いておいてください。ゆきさん、あきらさん、こんばんは。ヒーリングめちゃめちゃ楽しみ。楽しみにしておいてください。頑張って送ります。大城明子さん、はじめまして、こんばんは、よろしくお願い。いや、もうこちらこそよろしくお願いいたします。こんな感じでいつもやってます。出た。こんばんは、デーフのはるかさんが、私は永遠の20歳の乙女やねんって、ほんまかいな。私より7歳も若いって、もう本当に。でもいいわね、20歳っていうのはちゃんと恋愛もできるし、結婚もできるし、何でもできるわね。はい。いいですね。なんで27歳かってこの間聞かれて、27歳ってね、ちょうどね、僕が、
日本の航空会社からアメリカの客室乗務員、航空会社の客室乗務員に変わった年なんですよ。その頃がね、一番楽しかった。もうどっちも日本の方も楽しかったし、アメリカのね、航空会社で働いた時もすごい楽しかったんですよ。はい。なので27歳って言っちゃうんでしょうね。ちまにゃん。こんばんは、きらしゃん。皆様、今からですが、よろしくお願いいたします。もちろん、大丈夫でございます。よろしくお願いします。チャンネモンさん、忘年会楽しかった。そうだよ。チャンネモンさん、静岡から来てくださったからね。娘さんがいるから、ありがとうございます。はい。クランベリーさん、スマホ拡大スクリーンは100円ショップでゲットして200円だったけど、200円だったのセットして見てます。ありがとうございます。あきらさんがよく見えていいか。やったー。ちょっと私のシミとか見えないかしら。大丈夫かしら。はい。一応ね、頑張って気を使ってますので。金奥さん、いついつ新大久保めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。そうなんです。早く決めないといけないね。決めます。今週中。なんか最近ね、すごいありがたいことに、司会の仕事がめちゃくちゃ入ってまして、その準備とか打ち合わせとかでね、なんかね、もう何が何だか分からなくて、結婚式も何個かあるし、イベントも同じようなイベントが3日連続であったりとかですね、私は頭のなんかパンクしそうみたいな感じなんですが、本当に頑張って働いております。はい。そんな中で飲み会はちゃんとみんなとやろうと思ってます。楽しみにしていてください。ともみっティは、こんばんは。よろしくお願いします。あきらさん、皆さんで。いや、もう、こちらこそよろしくお願いします。はい。そして、じゃんじゃん。杉山さん、新大久保みんな行ったのに、去年はやったんですよ、ちゃんとみんな集めて、アキラと飲みたい人集まれ、みたいな感じで、何人ぐらい集まったかしら、30人ぐらい集まって、楽しかったわね、飲み放題で。ちゃんでもさ、生マッコリ美味しすぎて美味しかったよね、本当に。たくさん飲んだわ。もうたくさん飲んで、そして2次会まで行っちゃって、帰れなかった人も、そうだ、近くに宿を取ったとかっていう人とね、最後まで飲んじゃって、はい。今回はちゃんと帰ります、家に。グランベルさん、キラさん素敵です。ありがとうございます。嬉しい、そう言ってくれると。たかし、こんばんは。よろしく、ミラクル。はい。そして、まさみさん、キラさん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。杉山さん、27歳、逆算してみるのに一週間。そうだね。逆算しなくてもう27止まればいいだけだけどね、もうそこで。はい。つんつんせいじさん、司会のお仕事本当にすごいです。いや、もうありがとう。もう本当に好きなの。なんかね、目立つのも好きだし、みんなになんか楽しんでいただくのも好きだしね、もう僕のこの登録してるエージェントも、なんか、アキラさんは盛り上げるのが上手だからもう売りますみたいな感じで、もうすごい盛り上げるのになったら任せてくださいみたいな感じですごく言ってくださってですね、いろいろお話いただいて、本当嬉しい限りでございます。ちまにゃん、昔、新大久保で飛び込みで入った韓国料理屋さんがめっちゃ親切美味しかったのですが、どこだったか思い出せなくて、そうだね。新大久保、ほんとたくさんあるからね、どれかわかんないよね。私もね、いっぱいあるけど、だいたいいつも行くとこ一緒なんですよ。はい。そこに、去年は行ったんですけど、なんか、私すごく飲むので、飲むの好きなので、飲み放題にしたいんですよね。でもそこで飲み放題やったら、なんかあんまりいつもはしなくてやるので、ね、その辺をちょっと考えております。なんか、ね、飲み放題でいいとこあったらいいなと。中田哲也さんは、キラさんお仕事良かったですね。応援してます。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。そうなの。なんか楽しいよね。そういう、なんか好きな仕事をいっぱいなんか来ると楽しいなと思ってます。はい。杉山さん、良い声だしね、嬉しい。ラジオもね、今やってるじゃないですか。その一緒にラジオをやってくれてる平野アナウンサーという方もですね、なんかもっと NHK だったらしくて、すごいじゃんだとか言ってこれ言ってたんだけど、いつも、あきらさん声いいですねとか言って、声だけなんですよとか言ってお決まりのなんか会話をやってるんですけどね。はい、でも嬉しいです。ありがとうございます。いや、ゆきさん嬉しいわ。なんか、あきらさんの声は声優さんや俳優さんみたいないい声ですって嬉しい。なんかね、僕ね、昔よく言われたんですよ。東京に来てすぐの頃に、なんか大学の後輩とかと一緒に飲んだりしてて、あきら先輩、鹿島先輩って言われるんだけど、先週、なんか東京 FM で話してませんでしたかって先輩の声にそっくりな人が喋ってたっつって、それ、俺ちゃうわみたいな感じでよく言ってましたけど。
はい。でも、そういうなんか、いい声の人がたくさんいらっしゃるみたいでございます。はい。はるかさん、村長、関西にはいつ来てくれんねん、ほんまやな。と言いながら行けるかわからんけど、そうやな。まあ、気長に待っといてください。関西はね、僕、大阪、実家なのでよく行ってるんですけど、実家に帰るとどうしても親と会ってあげるとかって感じになる。でも、ちょっと母親が今ホームからもう2時間とか帰ってきて、2時間ご飯食べたらもう十分かなみたいな感じになってきてるのですね、少しずつ時間はできてきてるんです。夜はね、大丈夫だ。でも、まだ父親元気なんで、父親も一人暮らししてるのに一緒に耐えようと思ったらなかなかうまくいかないんでございます。はい。まあでもそんな感じでいろいろやっていきたいと思います。さあ、ということで、もうここだけでもう楽しくて、もうエネルギーがぐーっと上がる感じになりますが、今日は自分の天命を知る方法ということでお話ししていきたいと思います。はい、その前に愛さん、アキラさん、私の感覚はレムニエ人ではなく、その方たちと何かの形で関わってきたのかな。そうね、やっぱり過去性とかあるし、いろんな形で関わってると思うんですよ。例えば、僕は日本人だけど、僕はずっと23年間アメリカの航空会社で客室乗務員として飛んでたわけですよ。だから東京ベースだったので日本に住んでたんですけど、もうアメリカなんて本当にこの23年間にいっぱい行ってたのね。月に4、5回行ったりしてたからさ。っていうと、やっぱりこのなんかアメリカに僕の魂が、輪廻転生してるじゃないですか。それでやっぱり何回かアメリカに住んでたことがあるんですよね。だからそういう時のことを思い出して、またあえて魂が戻っていったり、そこで何か戻ることで、何か感じたり、何か学んだり、その時にできなかったことをもう一回やるとかいうようなことがあったりするわけなんですね。はい。だからそういうレムリア人とか、そういうものに何か関係あったり、その時に関わった人とかと今なんかしようとしてるとか、なんかそういうことがあるんだと思いますね。はい。杉村さん、楽しいね。そうそう、天命のお話を、そうですね。忘れてました。すみません。よろしくお願いします。はい。ということで、天命、皆さんどうですか？皆さん、天命知ってますかっていうと、私、天命知ってますっていう人ってなかなか少ないと思うんですけども、この天命っていうのは、こっちだろうな。こんな感じなんだろうなっていうのが僕たちの年になってくると分かりやすくなってくるものなんですね。はい、そう。チマニアン。天命知りたいです。今、昔のご縁でつながっている人たちと再会して一緒にお仕事させていただいているので、そういうのもやっぱりね、天命とかにやっぱり関わってきてるっていうことなんですよ。そう、今日はね、そういう話をしていきたいと思うわけです。まずですね、天命。っていうものがどういうものかっていうと、簡単に言うとですね、天から与えられたこの命がありますよね。で、この天から、じゃあこの世界、人間世界に生まれなさい、行ってきなさいって言って僕らは来るわけですよね。で、その時にですね、神様と約束するんですよ。じゃあ、僕は生まれた時にですね、こういうことをやっていきます。ね、この一生涯を使って生きてから、生まれてから死ぬまでを使ってですね、じゃあこんなことをやっていきますっていうことを神様と約束するものがあるんです。で、それが天命と呼ばれるものなんですけども、でもそれってね、なんかこう、じゃあすごいことやらされるのっていうと、まあそういうことでもないわけなんですね。で、それはもしかしたら、すごく僕みたいにこうやって YouTube を使っていろんな人、世界中の人になんかを話しかけたり、ヒーリングをすることかもしれない。またはお母さんとして、お父さんとしてですね、子供を育てていって、そこになんか子供になんかこうやっていくとか、いうことかもしれない。でも、ということなんですよ。で、これを分かりやすくするために、もう一個、使命って僕らよく使うじゃないですか。この使う命って書いてね。これはですね、この自分の魂がこの人生に生まれてきました。この与えられた命ですね。この命をどういうふうに使うかっていうのを考えていくわけなんです。これ天命と同じように聞こえるわけじゃないですか。ただ、この使命っていうのは、どちらかっていうと、自分の魂の目的のようなものなんです。
ね、だから神様とか天命とか、この天命っていうのはどちらかっていうと、もっともっとなんか世界中の人とか、この地球とか、この見えない、この地球のエネルギーに対して、自分が何をできるかっていうことなんですね。はい。それはお祈りかもしれないし、っていうことなんですけども、この使命っていうのはもっと小さいところを見て、魂がやろうとしていること。だから、魂っていうのはですね、僕もいつも言ってますけど、まず自分の魂を満たしてあげないといけない。じゃあどういうことをすればいいのかっていうと、この使命っていうのをやっぱり考えることが大切なんですね。で、この使命っていうのは、例えば僕の場合だと、こういうスピリチュアルのこととか、大好きだし、こうやってみんなと話するのめっちゃ楽しいし、それとかさっき言ってた司会の仕事、僕も今バイリンガルの司会をやってますよね。それもやっぱり昔から英語が好きだったんです。もう本当幼稚園の時から英語が大好きで、世界中の人と話したいとかってずっと思ってたわけですよ。でね、ありがたいことに23年間アメリカの航空会社に働いてですね、で、それで今は日本語と英語ができる司会者ということで結構ね、いろんな方に呼んでいただいたりしてるわけなんですが、これが使命ですね。この、自分が何をしたいか、何をしてる時が楽しいかっていうのをするのが使命です。だから皆さんも例えば料理するのが大好きとか、子供が大好きとか、またはお花を育てるのが大好き、お花となんかこう関わる仕事をしたいとか、そういうのあるじゃないですか。または反対にめちゃくちゃ IT、コンピューターとかすごい強くて、もうとにかくなんかずっと好きとか、ゲームが大好きとかね。これが使命、魂がしようとしてることなんです。だからこの自分のワクワクすることとか、自分が興味あることとかをやっぱりやるといい。これが魂の目的である使命をこう、やっていく。その魂が決めた、こういう生き方しようね。こういう命の使い方しようねっていうことをやっていくのがこの使命なんですね。で、この使命がどん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 、あ、これ好きだから、あれ好きだから、あ、これ楽しいからって言ってやってると、僕ぐらいの年になってくると、どん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 、その先に神様、天が、私に、この地球、みんなのところに、もっと言うと宇宙にですね、こういうことやって、こういうエネルギーを注いでほしいんだっていう、それをしてほしかったのねっていうものが、天命として見えてくるってことなんですね。はい。だから、僕もこうやって好きなことをやってるわけですよ。ね。でもこれがどん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 、なんか、最初はごちゃごちゃのことをやってるような気がしたんです。ね、僕音楽とかもやったりするし、喋るのも好きだし、英語もできる、ね、通訳もやってた、司会の仕事もやってた、なんかこういうこともやりたい、今ラジオの仕事もやり始めました。もうなんかめちゃくちゃなことやってて、そして僕ね、自分がゲイなので、やっぱりそういうものもなんかお話できるよねとか、でもなんかごちゃごちゃだねっていう感じになってたんですが、このごちゃごちゃの部分がどっちかというと使命なんですよね。ね、僕も、ゲイとしてですね、ゲイとカミングアウトできない人に頑張ってね、みたいな、こういうふうに考えるといいよとか、私も辛かったのよとかって言ったりする。それも使命じゃないですか。このいろんな使命をわーっとやってると、どん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 天命が見えてくるわけです。で、僕の場合だと、それの天命の総称として分かりやすくしたのが人間パワースポットアキラなんですね、実は。はい。僕はじゃあ、この司会とか通訳とか、こういうなんかスピリチュアルとか、このお話しするの好きとか、みんなの前で話すの好きとかっていうので、何をやろうとしてるかっていうと、結局、本当にこのYouTube のタイトルのように、世界を元気にしていきたい。世界の人を元気にしていきたいわけですよ。これが僕の天命だと思ってるんですね。で、それは僕のこの話を聞いて、なんか知らないけど元気になったわとか、あきらさんのこのピンクのジャケット見てたら元気になったとか、それとかヒーリングを送って、それでなんか元気出ましたとか、やる気出ました、病気治りましたっていうことになるかもしれない。はい、そういう、天命が少しずつ見えてきてるってことなんですよね。ちょっと、なんかみんなの、ちょっとこの辺から読んでいこう。リリアさん。そう、だから皆さんにとって使命。
天命ってどうですか？天命は分かり始めてきてますか？私たちの年齢の人だからね。それ、もし分かり始めてる人、私は分かり始めてます。こうかなとかでもいいので書いていただきたいなと思います。リリアン・リリーさん、キラさん、はるかさん、皆さんこんばんは。今日もライブ楽しくありがとうございます。はい。そして、じゃん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 。はるかさん、天命って誰かの名前があったね、仲間天命。そうだ、天風だ。あの人もね、僕も本読みましたけど、あの人も面白い人ですよね。なんかね、なんか、はい、昔の方ですけど、チマニアン天命と使命、そうなんです。このようね、皆さん今日考える時間を持ちたいなと思います。カカさん、こんばんは。よろしくミラクル。はい、そして、杉山さん、これ誰にこんばんは言ってるの今。はい、じゃん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 。はい、そして、チマニア、仁王亭姉妹もいたな。なんだこれわかんない。懐かしいってかってみんなの話ね。イヤさん、天命は意外と身近な課題を楽しくやるかもって最近思います。ああ、なるほどね。だからこれはなぜかそういうふうに考えるかっていうと、使命の延長線上にあるからなんですよ。だから、意外と身近なことでやってると、天命につながっていくということなんですね。だから、自分の使命、自分が楽しい、ワクワクすること、なんか知らないけど気になるっていうことをやっぱりやっとかないといけない。矢野先生、こんばんは。ごちゃごちゃの裏石が来ました。一緒でございますな。はい。矢野先生もね、本当にいろんなことやってらっしゃるので、この使命っていうのをいろいろ持ってらっしゃって、魂の目的ですよね。で、それが、こう最終的には、やっぱりいろんな人を助けたりとかですね、いろんな人を導いてあげたりとかっていうのをやってらっしゃる。まあ、これが天命になっていくということですね。でも、天命っていうのは、僕思うんですけど、これはね、やっぱ神様が与えた、使命なわけ、使命って言っちゃった。神様が与えたお役目なわけですよ。ね。だから、本当に自分では想像もつかないような、こんなことが起こるんだ。こうつながるんだ。こんなことまでできちゃったっていうようなところにつながりがちなんですね。はい。ですから、この天命、神様が与えてくれた天命を自分がですね、やっていくというか、そこに行くためにやらないといけないこと、気をつけなければいけないことが2つあるわけなんですね。これを気をつけてほしいんです。はい。1つ目。1つ目は、自分の、頭の中に限界を作らないってことです。これね、みんなやっちゃうんですよね。僕もやりがちなので、いつも気をつけるようにしてるんですけど、こうなる、ああなる、このぐらいかなって決めちゃいけないわけですよ。だって天命は少なくとも宇宙とか神様が手助けしてくれるから、もう自分の限界、このぐらいかなっていうものを超えるはずなんです。で、このぐらいかなと思っちゃって、自分はこのぐらいだよね、天命もこのぐらいだよねと思っちゃうと、そこで止まっちゃうわけですよね。そうすると宇宙と神様が助けられなくなっちゃうということが起こっちゃうということなんです。はい。だから、天命を、成就させるというか、神様、宇宙が作るものなので、限度を作らない。だから、もう自分の中で天命っていうのはこういうものだなとかってもし思い始めたら、こんなことするのかな、あんなことするのかなってあんまり考えない方がいいってことですね。さっきの言った自分の使命の延長上になるので、自分がやりたいこと、自分が楽しいことっていうものをどん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 膨らませて楽しんでやっておくっていうことが結局大切であって、こんなもんかなっていう限度は作らないっていうことですね。そして二つ目大切なのは、宇宙と神様を味方にするってことです。はい。自分一人でやるんじゃなくって、その周りの友達とかと一緒にやるとか、そういうものでも、まあまあいいんですけど、どちらかというと、宇宙と神様に任して、委ねるってことですね。もうやってください。お任せしますみたいな状態です。この気持ちがめちゃくちゃ大切なんですよね。
はい。この2つぜひやってみていただきたい。あきらさんのごちゃごちゃは共通点がありそう。声と人に影響を与えるかな。そうなんですよね。結局は繋がってるわけなんですけど、でも、周りから見ると本当にごちゃごちゃなような感じになるわけです。あ、皆さん、矢野先生、こんばんは。つって言ってます。はい。そして、マジックショップさん、あきらさん、皆さん、こんばんは。ミラクルいただきました。今日もよろしく。こちらこそよろしくお願いします。はい。はるかさん、私も秀樹、野口五郎は面白いとこが好き、ひろみはもごもご。なるほど、こういう話になってます。はい。もこもこさん、マルチリンガル、あきらさん、ありがとうございます。そうなの、気がついた。でもね、これもね、やっぱ子供の頃からね、やっぱりずっと好きだったんだよね。はい。なんかちょっとメイドさんのこれがわかる可能天明ってエロい写真撮ってたカメラマンだったから、そんな人いたから、はい、よくわかんないです。でもちょっと反応しちゃった、私。はい。歌ばって指名ですね。いやよくわかんない話になっちゃってますけど、チェリーさん、神様と約束してきたのを覚えてるけど、あ、そうなんだ。前世の親友が女子、来世は男性に生まれ変わっても結婚するという課題がショックすぎて、私は前世の夫と来世でも結ばれたかった天命と使命とか別れたことを、天命とか使命とか言われたことを覚えてない。あ、なるほど。なんかごちゃごちゃになってますね、チェリーさん。もっとシンプルに考えて、はい。だから僕がさっき言ったみたいに、天命の部分はもうね、委ねてしまったらいいと思います。で、みんなは、今日のね、その自分の天命を知る方法なんですけども、これは結局、じゃあ、自分の天命を知る方法は何ですかっていう答えなんですけども、これは使命、自分の魂がやりたいこと、この使命をやり続けることなんです。そうするとどんどん見えてくるんです。僕もそんな感じなんですよね。なんか、ユナイテッド、ちょっと名前言っちゃったけど、アメリカの航空会社で働いてた時っていうのは、本当に飛行機の仕事が楽しかったし、もう海外にガンガン行って、いつも飲んで食べてっていうのがすごく楽しかったわけです。はい。それで、なんか、僕の守護霊さんとかが、飛行機降りてもっとやることあるでしょって言われてたんですけど、楽しいからやめたくないって言ってずっと言ってた。でも、コロナでクビになりまして。それで、じゃあどうするってこういう YouTube 始めてね、結構バーってこうやって広がってるわけですが、やっぱこれで見えてくるのは、あ、こんなこともしたかったし、こんなこともすごい好きだった。どっかで思ってたんですよね。飛行機降りたらこんなことしよう、こんなことしようとって思ってたことが今現実に起こってるんですよね。面白いね。だからみんなにも見えてるわけなんですよ。みんなにもそういうふうになんかこういうことしたいなとか、あんなことしたいなとか思ってるわけなんですね。そういう使命を一つずつ、一つずつ、やっぱりその、やっていくには、あ、ちょっとうまくいかなかったっていうこともありますよ。僕もだって、結婚式の司会とかやり始めの頃って、もう失敗ばっかりやって、もう本当によくこんなので司会頼んでくれたな、友達とかって思いました。今はね、本当に、結構慣れてきて、うまくできるようになりましたが、この使命っていうのを大切にしていくと、天命っていうのが見えてくるってことですよね。はい。ふむふむ、使命の延長が天命ですから、そういうことなんですよ。はい。じゃん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 。愛さん、確かにアキラさん見てると元気出ます。あ、嬉しい。そうなんです。本当にね。私も酔っ払うと普通のおばちゃんになっちゃうんですけど。はい。で、杉山さん、限界を作らない。そうなんです。限界をね、作らない。めちゃくちゃ大切です。これね、本当に作っちゃうともうそこで止まっちゃうから。どれだけ宇宙と神様が助けようとしててもそこで止まっちゃうから気をつけてくださいね。チェリーさん、私が生まれ変わった後5歳ぐらいの時、私の前世の夫はまだ生きてた。おー、そうなんですね。すごいね。そういうことって起こるよね。生まれ変わってまたやってくるってことは全然あり得ますかね。面白いですね。メリトさん、皆さんこんばんみるけどいただきました。ありがとう。杉さん笑ってます。はい。そして、チマニアン。魂がやりたいことって苦しいけど楽しかったら飲み込んだりできることなんでしょうか。これね、苦しいってあまり感じないんです。僕も、例えば、英語なんですけど、僕は子供の頃から、本当幼稚園前ぐらいから、もう英語英語って言ってたのね、もう英語喋って、もういっぱいたくさんの世界中の人と話したいと思ってたんですよ。で、英語を勉強するのは全く苦にならなかったの。で、中学校とかで、あの
テスト勉強とかやるじゃないですか。でも社会とか大嫌いだったからさ、国語とかなんでこんなの勉強しないといけないのと思いながら、でもやるじゃないですか。で、その勉強した息抜きに英語を勉強してたんです。もうね、英語の単語を覚えるのとかね、英語の単語をこう何回も10回ぐらい書くとさ、結構こう、手が覚えてこう、単語とか覚えていくんですよ。もうね、それをね、息抜きでやってたの。ね。で、今、なんだこうだって、なんだこうだって、今こうやって英語も話せるようになって、まだまだブラッシュアップは必要ですけど、でもね、こうやって通訳とかもやらせてもらったり、バイリンガルとか。だからね、やっぱり本当に、その考え方もあると思うんですけど、やりたいことって結構ね、周りから見ると大変そうねとか辛そうねと思ったりするけど、自分の中でね、そんなの思ってなかったりするんですね。僕もやっぱりこの YouTube も作ったりするの大変よ。毎日毎日なんか作ったりしてるけど、でもやっぱり楽しいんだよね。はい。はるかさん、単純にチャット参加するようになったのが、いつの間にか私を待ってくださる人がいてる、笑いを求めている人たちの笑い提供できるなんて思ってもいなかった。これも可能天命もといて。そういうことで。そうだね。それは、天命だね。使命と天命だね。使命と天命ってそういう重なるようになるんですけど、もっともっとはるかさんできることあると思いますね。はるかさんはやっぱりそういうスピリチュアル系のこととか、大阪のおもろいあれもできるしね。ほうしーさんこんばんは。まだまだ指名探し中。なるほど。いや、それでいいんです。若い人はね。はい。キーさん、手堅い。手堅い。どれのこと言ってんだろう。はい、面白いですね。じゃん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 。そして、まゆさん。あきらさん、皆さんこんばんは。仕事戻りギリギリ間に、おかえり。よろしく。50分からヒーリング会エネルギーを送りますのでね、いっぱい受けてください。そうなんです。だから、この天命を知る方法なんですが、自分の魂の目的、使命ですね。自分の魂がやりたいこと、やろうとしてきたことってあります。ね、例えばこれっていうのは、好きなことだけじゃなくって、例えば僕のカミングアウトもそうなんですよ。僕の使命の中の一つ、魂の目的の中の一つに、やっぱりカミングアウトするっていうことがあったと思うんですね。僕の場合は、ちょっと霊感があるので、自分が本当に、この魂、この人生でカミングアウトしないといけないなっていうのが分かってたわけです。それはなぜかっていうと、僕もね、例えばゲイの友達がいっぱいいるじゃないですか。で、ゲイの友達に、いや、ちょっと親にカミングアウトしたいんだけど、って言ったわけですよ。それはなぜかっていうと、僕がこうやって、いろんなたくさんの人に、自分はゲイですっていうのを公表して、隠すことなく、お話を聞いたり、お話をしていくっていうことをやらないといけないと思ってたわけなんですね。そうすると、親が絶対見ちゃったりするので、親にカミングアウトしないと、それができないっていうことがあったわけですよ。で、僕はそれをやるって言ったら、ゲイの友達とかが、いやもうそんな親、もう年取ってんだし、死んじゃったらわかんないから言わない方がいいよって言われたわけなんですけど、でも僕のその使命の中に、だからね、みんなが親にカミングアウトしないといけないってことはないのよ。それは自分で決めたらいいし、しない人生ももちろんあるんですよ。ただ僕の場合は、この人生で親が生きてる間に、私はゲイなんですっていうことを言ったりして、こうやってみんな、それでっていうような話をしたりとかっていうのが必要だったので、僕は使命として、壁としてですね、それをカミングアウトしたわけです。おかげさまでね、ゲイだっていうことでいろいろお話を聞きたいって言ってくださる人もいますし、面白いなって言ってくれる人もいるし、カウンセリングも、やっぱり、アキラさんだったら相談しやすいからって言ってくれる人もいるし、だから本当にその使命っていうのが次の天命ですね。もっと大きいもの。僕の場合だと、本当に男、女、そうじゃない、ぐちゃぐちゃ、今いっぱい、いろんな形がありますけども、そういう人たちにも普通に話せるし、ね、わかるところもあるしっていうようなことなんですよね。これも使命が天命になっていく、何かのこの流れになっていくってことですよね。山里かさん、アキラさん、天命使命、私が長年好きな仕事をして楽しいです。いいですね。天命使命ですか。使命が天命になっていく。これ逆になってるね。自分の天命を知る方法って今日なったけど、そう、その楽しい、好
きな仕事、それが使命なんですけども、それがどん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 天命につながっていくということですね。だからこんな大きいこと、こんなことも、誘われた、こんなことやってみたいなってふっと思ったりしたら、そこはさっき言ったみたいに、もう宇宙に任せて限度を作らずにやっていこうということですよね。はい。はるかさん、なんか笑える面白い本を出した。あ、いいんじゃない？インスタは非公開にしてるから、インスタ非公開だったんだ。もっと開ければいいのに、それも、ダメですね。使命をやらないと、おって書いてますが。キーさん、手堅い道行こうとしても結局しんどそうな片方しか選択肢残ってないんですよね。すべてを委ねるしかないんですかね。なるほど。使命あたりはね、もう少し自分の魂とかをよく見て、どっちに行きたいかっていうのを、決意したり、決断したり行動したりということが必要なんですよ。天命は、この使命をこなしてると、自然と行くんです。この辺も使命と天命の違いね。さっきから何回も言ってるのは、天命っていうのは限度を作らない、または神様とかに委ねる、宇宙に委ねるっていうことがもっと強くなるわけです。使命はもうちょっと、魂の目的だから、やっぱり自分で決断したり、自分で選んだりっていうことはもう少し強くなってくるって感じですね。だから、このキーさんみたいに結局しんどそうの方しか残ってないとかじゃなくって、選択肢を選ぶときも、そうはいえでも私はこっちに行くっていう、選択の仕方をしていかないといけないってことですね。はい。そうしないと僕みたいに強制終了みたいな感じで、僕もなんか飛行機楽しいからやめたくないとか言ってたらね、会社からもういりませんって言って命令一本来て首を切られたわけなんですが、そういうようなことも起こってくるってことですね。のりさん、きろさん、こんばんは。こんばんは。よろしく。間に合いました。全然間に合ってますよ。よろしくお願いします。はい。チェリーさん。保護活とか、看取りとかも天命というのは、そうですね。はい。そして周囲の人たちは大変だねって言ってくれるけど、母の介護も全く苦ではなかった。むしろ嬉しくて幸せでした。そうですね。そういうのも天命。または使命にも近いですね。天命ってね、もうちょっと大きいと思う。例えば、このシェリーさんがお母さんの介護をされました。そうすると、そこで学んだこととか、感じたこととかっていっぱいあると思うんですよ。で、それで他にもお母さんの、親とかの介護で苦しんでる人がたくさんいらっしゃると思うんですね。そしたらそういうなんかチェリーさんがこうやって頑張ったんですよと、ここでこういうふうに書いたりして、なんか頑張ってる人いるな、私も頑張ろうなとかって思ったりする人がいたりするじゃないですか。そういう人が1人とか2人とか100人とか増えればもっといいんですけど、そういうようなところにつながるのが天命ですね。はい。まさに神様、宇宙が私たちにやらせようとしているようなものですね。愛さん、なるほど。神と宇宙に委ねるんですね。何か儀式みたいなものがあるのですか？ただお願いして委ねるだけですか？これはですね、まず自分の頭の中で限度を作っちゃうんですね。大体、こんなもんかな、あんなもんかな、こんな効果かなって、その限度を作ってしまったときに、まずそれを打ち消すこと。そしてあとは神様、宇宙、任せるからよろしく、みたいな感じで僕は、神棚とか、なんだったっけ、神社行って、いうときにいつもお願いしてますよ。はい。そんな感じでいいと思います。大城さん、アキラさん素敵です。どうしたのアキコさん。急にでも嬉しいわ。ありがとうございます。はい。そして、じゃん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 。はるかさん、インスタを公開にしたらとんでもない人たちがフォローしてくるからね、非公開にしてても外人とか営利目的とか進出。ね、あれすごいよね。中にはもう絶対こいつら罰当たるって僕は思ってますけど、中には投稿が面白いからあんた見れへんくせにほんまやな。もう本当に。まあでもそれはいいんじゃないの、それで喜んでくれてたら。ダメかな。はい。愛さん。アキラさん、ハーフですか？純日本人です。純日本人でございます。私、純日本人。純日本人。父親も母も日本人の大阪のおばちゃんでございます。よろしく。もこもこさん。親の介護や看取りはやれて幸運でした。そうですね。いや、これ大変なことだと。僕は今まだね、親の介護を今やってて、まだ看取りはやってませんので、はい。そう、でもね、そういうことですよ。
だから、その、親の面倒を見るとかっていうのは、結構使命、魂の目的だったりするかもしれないね。やっぱり親との関係とかっていうのをどういうふうに取るか、ね、それをどう乗り越えるかっていうのは使命的なものがあるんです。で、それを続けていって、そこから得たものとか、そこで気づいたこととか、なんか、その他のことも、こう、集大成になって、なんかこう、天命につながっていくってことなんですよね。あ、50分になってきちゃった。はい、50分からヒーリング開運エネルギーを送ります。はい、そして、銀色さくらさん、あきらさん、皆さんこんばんは。使命にさえたど使命はね、魂の目的だからたくさんあるのよ。はい。友達と仲良くするとか、友達と、文化祭で涙出るほど感動してみんなで感動するとか、そういうのもそうだから、はい。だから全然いいんですよ。はい。締めちょっと、小林、これ何だったかな忘れちゃった。はい、すいません。ミントシセ、ミントシセ、読めない、ごめんなさい。あきらさん、練習はどなたかに学んだのでしょうか、それとも独学ですか。これはですね、僕は、学校にちょっと行ってました。で、その後は、日本のね、そういう学校があるんですけど、行ってました。で、その後、イギリスのハリー・ポッターの学校みたいなところがありまして、そこをね、1週間ずっとね、100人ぐらいの人がね、あの、寝泊まりして、朝昼晩とご飯一緒に食べて、朝から晩まで練習するっていうのをやって、その後は自分で独学でやりました。はい。あの、そうです。メグさん、アキラさん、こんばんは、こんばんは。よろしく。チュリーさん、アキラさん、ありがとうございます。自ら発信するの苦手だけど、少しずつ万事そうだね。大切ですね。そういうことから、なんか天命につながっていくということですね。やっぱりやらないといけないなって直感で思ったことは、やった方がいいということです。これは反対に言うと、これやらなくていいなとか、やりたくないなっていう、やりたくないなんてやらなくていいかなっていうのはやらなくていいってことですね。はい。ということで、ちょっと、ヒーリングの前に、まとめるとですね、自分の天命を知る方法ですが、天命っていうのはですね、宇宙、神様が与えた僕たちがやらなければいけないことですね。それすごく大きいことかもしれない。ね。世界に向けてやらないといけないことかもしれない。それか、または全然自分や自分の周りの人に、何かをするとか、またはこうやってもう、世界、今いろんなことが起こってますが、その世界で困ってる、ね、辛い思いしている人たちに祈りを送ることかもしれません。で、それは一人でできる。こうやって僕らと一緒にできればいいんですけども、こういうことなんですよ。はい。で、これが自分の魂の目的、使命をどんどんやってると、どんどん天命っていうのにつながっていく。そして、限度を作らずに、神様、宇宙にもう任せます、委ねますっていう風になると、どんどんそっちに近づいていくっていうことなんですね。これがね、若い時っていうのは、もちろん天命に気づいていく人もたくさんいます。もちろん、早いうちに。でもなかなか気づかないんですよね。やっぱりこの天命っていうのはその使命の積み重ねの先にあったりするので、はい。ですから、どちらかというと、だから僕も今まで司会の仕事とかで、そのやり方とかですね、この間の取り方とかそういうものを学んできたけども、どんどん慣れてくると、今度はそれを使って、こんなこともできる、あんなこともできる、こんな大きいこともできるようになった、こんな大きなイベントの司会もできるようになったっていう、今なってるんですね、実際にね。そういうことですよね。それを通して最終的には何かできるようになるってことですよね。はい、もう、で、皆さん、使命を頑張って見つけてですね、やって、天命を見つけていただきたいと思います。ほーってミキミキさん。グレイスさん、こんばんは。やらなくちゃと思ってやりたいことができなくなるんですけど、それはね、もっと自分に自信持ちましょう。いろんなやり方があると思いますが、自分をよく知ることですね。本当にやりたいことじゃないかもしれない。やりたいことができなくなるっていうのは、本当にやりたいことじゃないかもしれない。その辺もよく見るといいってことですね。メリトーさん、生まれながらして人生のシナリオが決まっているらしいと私自身が導ける証拠があるのですが、アナグラムもその一つです。例えば私の名前小林、そう、名前とかもね、あるって言います。私が完成した後のひたすら早く走ると解釈。なるほど。この名前を自分を表す、まさにその通りだと思います。はい。皆さん先生、日本人の役目もありますか？もちろんでございます。ね、この間日本を守るっていう、この間のこの
ライブでもやりました。ね、日本のいいところをみんなでここで語り合いました。そして今ね、日本はダメだダメだとかいっぱい言ったりしますけども、そういういいところばっかり見てると、すごくいいエネルギーがここで生まれた。やっぱりああいうことですよ。じゃあ、日本人は何ができるんだ、日本人として自分が何ができるんだっていうことを考えていくといいということですね。愛さん、アキラさん、純日本なのですか？やっぱりアキラさん、前世外国人、もちろんです。私、外国人が結構多かったですよ。はい。はい。桜さんもありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。はい。ということで、お待たせいたしました。ヒーリング海エネルギーを送っていきたいと思います。この画面の前にですね、ペットボトルのお水、お茶とかコーヒーとか入れてですね、置いておくと、そこに波動が移って波動水というのができます。今日はこの僕のヒーリングエネルギーを直接浴びていただいたらですね、大丈夫ですが、また明日とか明後日とかですね、よかったら飲んでいただくといい、そういう波動水を作っていただきたいと思います。そしてですね、このヒーリング海エネルギーを体全体で受けてみてください。そうすると皮膚がピクピク、ざわざわ、柔らかいところが痒くなったり、熱くなったり、冷たくなったりっていうのを感じます。これがエネルギー、ヒーリングのエネルギー、スピリチュアルのエネルギーを感じているということなので、これが感じれるようになると、なんか、これか、スピリチュアルっていうふうに思えるじゃないですか。全然感じなくても、こうやって、受けてる、アキラさんからエネルギーもらってますと思うだけでも、ちゃんとエネルギー入ってますので、安心してください。はい、感じれるとね、またさらに良くなるけど、世界を開くにいいですね。はい、マムクさん同感。一人じゃないですよ、私たちはね。はい、ここでみんなで。このエネルギーっていうのは僕から流れるんですが、みんな今150人ぐらいの人が見てくれてます。みんなのエネルギーがまた戻ってるんだけど、循環っていうのができるんですよ。これがさらに強いエネルギーになるんですね。今日は最後にですね、この天命っていうのも少し、かけましてですね、この最後みんなで、今ちょっと世界中が嫌なこといっぱい起こってます。そういうもの、世界に向けてですね、ヒーリングの愛のエネルギーを送って終わりたいと思います。皆さんぜひ参加していただきたいなと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。よろしく、その前に水とかを、お湯とかあったら飲んどいてね。はい、このヒーリングとかっていうのはエネルギー、すごく大きいエネルギーが動くのでですね、始まる前の、終わった後とか、お水とかお湯を飲んどいてください。それでは、始めていきたいと思います。まず左手からですね、ヒーリングエネルギーを送っています。このヒーリングエネルギーっていうのはですね、体の辛いところ、そういうところのエネルギーを癒してくれたり、細胞を活性化してくれたりするエネルギーです。また、心の傷、でできてしまった、そういうものも癒してくれたりですね、昔のトラウマによって心に残っちゃってる大きな傷ですね。そういうものも癒してくれるようなエネルギーです。今、ヒーリングエネルギーをどんどん送っています。そして、こちら、右手からはですね、皆さんに開運エネルギーを送っています。この開運エネルギーっていうのは、皆さんにですね、何かいいことが起こるんじゃないか、そんなようなワクワクするエネルギーであったり、または、自分がですね、なかなか前に進めない、そんな人の背中をポンと押してくれるようなエネルギーです。今、ヒーリング界エネルギーをどんどん皆さんに送っています。それではこのエネルギーを体の中に取り入れていきましょう。鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの喉、胸、お腹のあたりが熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときはあなたのいらないエネルギー、体の調子の悪いところがある人はそのエネルギー、いらない思い入れ、ショックなことがあった、そんなエネルギーも口から出して地球に返してください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体がどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときは、あなたのいらないエネルギーを吐き出してください。もう一度だけ、鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体も頭の先から足の先まで熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときは、いらないエネルギー、あなたの疲れた体のエネルギー、そんなものも全部吐き出して、最後まで吐いたと思ったら普通の呼吸に戻してください。
引き続きヒーリング界エネルギーを皆さんにどんどん送っています。このエネルギーをどんどん自分に受け入れていると、もうあなたの体の中にはヒーリング界エネルギーがいっぱいになり、自分から溢れ出ているエネルギーを感じることができます。それではこの自分から溢れ出ているヒーリング界エネルギーをあなたの周りの愛する人、家族や友人、職場の人などで元気のない人、または応援したい人にどんどん投げかけてあげてください。そうするとあなたから送られた愛のエネルギーはその愛する人に届き、そしてその人たちが元気になり、笑顔になっていく、そんなことを想像してください。これはもちろんペットとかでも大丈夫です。あなたの愛がどんどんあなたの愛する人に流れていくところを想像してあげてください。そしてこの自分から溢れ出ているヒーリング界エネルギーを今度は自分の体の調子の悪いところがあればそこに投げかけてあげてください。また波動水を作っている人は波動水へブレスレットなどエネルギーを注入したいものがある人はそこにもエネルギーを投げかけてあげてください。そうするとあなたを中心にいろんな角度にエネルギーが出始めるととても大きく、そして前向きなエネルギーになってくるのがわかります。そして今日は自分の天命を知る方法ということでお話ししてきました。この動画を見てくださっている方、今日参加してくださっている方というのは少なくともスピリチュアルに興味あったり、ヒーリングや、癒し、人助け、そんなものに興味がある人が集まってきてるんだと思います。なので、ここで一体化しているみんなのですね、強いエネルギー、ヒーリングエネルギーを今、いろんなことが起こって大変なことになっている人たちや土地、すべての宇宙、地球にですね、この素敵なエネルギー、ヒーリングエネルギーを送る、そんなイメージを皆さん持ってください。そうすると、ここで皆さんと一緒に強くなっているヒーリングエネルギーが今、地球、そして宇宙全体に流れていき、みんなに届いている、そんなイメージを持ってください。このように何気なく進んでいく使命や私たちの人生ですが、その先には知らないうちに、または知らないうちに神様が導いてくれてですね、天命をしていることもあります。自分の天命ということを今日は考える時間を持ちましたが、ぜひ皆さんもですね、自分の使命、そして天命を考えながら行動していただきたいと思います。そして今日も楽しい時間をありがとうございました。皆さんにも、安らかな、ヒーリングが送られですね、そして関与エネルギーで良いことが起こりますように、そんなことを祈って終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。結構ね、強めのエネルギーが飛んでますので、もし頭痛くなったりした人はですね、お水とか飲んで、そして、深呼吸を2回ぐらいゆっくりするとエネルギーが落ち着きますのでやってみてください。はい。でも今日みたいにですね、こうやっていろんな人にやっぱりエネルギーを投げかける、世界に投げかける、そういうこと、まさに天命ですよね。こういうこともやっぱりこう神様とか宇宙というのは僕たちに求めているんだと思いますね。みつこさん、原価を作らないという部分が心に響きました。ありがとうございます。みきみきさん、すごいね。眠気飛んだ。ありがとうございます。お風呂入ってください。おやすみなさい。ともみつさんもありがとうございます。チャンネルさんもありがとう。忘年会頑張りますね。作ります。ありがとうございます。はるかさん、友達から今メールが来ても、先生のところしか見る時間がなくて、涙が出たと村長の仲間の人まだ心配して、ありがとうございます。よかった。はい、
ドラムさんもありがとうございました。まいちゃんもありがとう。みっこちゃんこんばんはって今言ってる。まあ、ヒーリング受けました。ありがとう。ビリビリ。お、言ってますね。ありがとうございます。マジックショップさんも温かな波動を受け取りました。ありがとう。こちらこそありがとう。キーさんもありがとうね。まいさんもありがとうございました。クラムルさんも受け取りました。ありがとう。こちらこそありがとう。チェリーさんも、アキラさん、皆さんありがとう。おやすみなさい。みずこさん、まいさんこんばんはって言ってた。はい。さくらさんもありがとうございました。のりさんもありがとうございます。はい、元気になった。よかったです。あったかしもありがとうね。はい、そしたらごめん、飛んじゃった。山本久美さん。山本久美子さん、ありがとうございました。こちらこそありがとう。ちまにゃんもありがとう。安定でビリビリ来てます。ちょっと言ってますね。はい、熊井さんも強いエネルギーでやったね。ありがとうございます。金木さん、ありがとうございました。ちゃんと起きてた。ありがとうございます。大城さんもありがとうございました。まさみさんもありがとうございます。平和な世界になりますよね。本当ミラクルラブでね。ありがとうございます。はい。そして、ゆきさんもありがとうございました。超気持ちいいミラクル。あ、みんなありがとう。先に私がやる前にやってくる。マナさん、おやすみなさい。とか、おやすみなさい。はるかさん、今日も楽しかった。ということで、ちょっと待って。はい。いつもありがとう。もうこちらこそありがとうね。みおさんも、素晴らしいヒーリングありがとうございました。しもさん、遅れましたが受け取りました。これね、アーカイブでも完璧にエネルギー受けられますので、受けてください。ありがとうございます。ありがとう、みやちゃんも。はい。そして、まゆみさんも、ベリー、友達ね。ストレート T 受け取りました。ありがとうございます。ゆかりさんもありがとうございます。はい。そして、ほうしーさんも、ありがとうございました。そして、もこもこさんもありがとう。こちらこそありがとう。でこちゃんもありがとう。クラミリさん、ミラクルラブいただきました。はい。ということで、素晴らしいですね。って方、ありがとうございます。はい。ということで、みんなの幸せになって、ミラクルラブ届いたかしらということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も楽しかったです。ありがとうございました。また、土曜日の10時半からは TikTok で、そして日曜日のそうだね。日曜日の10時からは、こちらの、ライブでやりますので、またお越しください。ちょっと待って。トーマさん、はじめまして。本日お誕生日おめでとう。良いプレゼント。おめでとう、ミラクルということで、ありがとうございました。まだね、1時間ありますので、楽しんでください。みつこさん、まいりん、たらくさんもありがとう。AI さんもありがとうございました。体が熱くなりました。言ってますね。ありがとうございます。みおさんもお誕生日おめでとうって言ってくれてますよ。はい、みつこさんも言ってます。ありがとうございます。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。愛してるよ。ラブ